の世界で仕事にしたいってなって、自分がカスタムビルダーになりたいんだって思ったのが20歳の時で、その時にこのバイブスマガジンであったりホットバイクであったり、そこで衝撃を受けたお店があって、そこで私が後々修行することになるんですけど、でそこで働きたい、宮城のワイルドロードっていうお店に衝撃を受けて、そこで働きたいっていう思って、ただ自分なんかその20歳のねガキがそこ行っても何にも力になることもできないし、どうするべきか、それでも行って働かせてくださいってお願いするかどうするかってなった時に、やっぱり何かこう知識つけて、なんか少しでも力つけて行った方がいいんじゃないかっていう自分の中で思って、でカスタムバイクいっぱい雑誌とかで見てて、もう疑問に思うことだらけですよ。自分で素人やし、ただもうそのハーレー乗ってないけどその世界行きたい、ハーレーの世界行きたいってなった時に、まずクロームメッキって何ってなったんですよ、自分の中で。分からへんものは自分で体感しようっていう人間やから、クロームメッキって何だろうってなって、で大阪で重曹のライブハウスとかでよく行ってて、でよくその辺こう遊んでた時にたまたまメッキ屋さんを見つけて、で働かしてくださいみたいな飛び込みで行って、でそれが、たまたまいいよ働いてみるみたいになって、じゃあすいませんアルバイトでいいんで働かしてくださいって言って、そこに入って、でメッキっていうのが研磨から始まって、下地があって、そこから黒メッキかけて検品があってっていう流れを一通りやらせてもらって、でこれがこうやって黒メッキができるんだっていうのがそこで初めて自分ではっきり分かって、でそれが1年半ぐらいしたんですよ。で、そこにはもう申し訳ないけどすいませんもう辞めさせてくださいって話して、でアルバイトやし、ええ別にみたいな。でメッキは分かったと、じゃあ次何ってなった時に機械加工が分かれへんだ、バイクフレームを作る、フォーク作るってなった時に溶接ってどうやってやんねやろうとか、大体知識的にはそれは分かるけど、だから後々考えたら溶接を自分で身につけて、できちんと溶接屋の人に教えてもらったらものすごいやっぱ強みになるんじゃないかなっていうのがあって、それでまだそれも重曹で、重曹よう遊んだところやったから、で、鉄工所があって、そこに履歴書を持って行って、すいません働かせてくださいとまたお決まりのパターンで行って、でだからそこの会社ではうち今無理やと、でたまたまいらした方がいて、でうち来るかと、でちょっと遠いけど1時間ぐらいかかるとこやけどお前がよかったらええよみたいになって、で堺の向こうの石津ってあって、石津の方にそこから働くようになって、そこで溶接を覚えるんですよね。で溶接アーク溶接やって、半自動やって、それが初めてできてティグ溶接で、ティグを、それで覚えて、もうだから朝早く行って練習させてもらって、昼休みも練習させてもらって、それで覚えていったっていう。で溶接はティグもできるようになって、師匠からももう一人で任せても大丈夫だなっていうぐらいまでいけたから、その時に機械加工が覚えたい、やりたいってなって、
でそこにこう取引先さんで来てたから、その方にも私旋盤フライス覚えたいんだけどってやらせてもらえませんかって話したら、いや溶接やりながらしたいんですけど、だからその方が一人でやってたから、終わってから5時で終わって、じゃあ6時過ぎぐらいからうち来ないのってなって、で6時過ぎぐらいからその機械屋さんでだいたい10時ぐらいまでで旋盤とフライスを教わって、そこで、3年半4年ぐらい溶接やしながら、そうやって機械加工は1年半ぐらいかなやって、でそれから自分の行きたかったお店にこう門を叩くっていうか、働かせてくださいっていう風になったんですけど、先のことを考えて結局バイクの世界でバイクカスタムビルダーになりたいわけだから、人の命を預かるわけでしょ。それの一部として重要な溶接なわけだから、練習、当然素人の私が溶接工として溶接の品物にありつけるまでにそう簡単にいかない。でだから朝早く行ってやる、昼休みやる。でもその時はもう本当に真剣にやってましたね。真剣にやって自分がやって、それを廃材としてゴミに結局入れるわけですけど、それを親方が見て、このできていってるなってなって、初めてじゃあ品物やってみろって品物やらせてもらって、その品物やるにあたってもやっぱり自分の師匠にもやり方聞いてみて、であとそこ大きな会社やったからいろんなとこで溶接屋さんがそれぞれやってて、その人のそれぞれの人のやり方をやっぱずっと後ろから見てて、そこでいろんなやり方が人によって癖もあるしあるんだなっていうのをこう見て覚えて、だからなんかすごい基礎ができたっていうか力になりましたね。苦労はそれはありますよ。溶接や機械加工ってもうそれだけ働いてますやん。遊びたいし、で自分のハーレーも手にして、だから不動車を私200万以上出してショベルの不動車買って、でそれを自分でもう全腹にして自分で一から組んでる。でも早くカスタムビルダーになりたいから自分でそれを一通りできないとあかんっていうのがあって、でその修理はしたい、仕事はする、遊びたい、寝る時間が全くない給料いただいて、そのお金は修理代、エンジンの修理、ミッションの修理とかそっちのパーツ買うのにお金は出ていく。全くもってお金がたまらんなっていうのがずっとあって、でもしんどかったけど楽しさが、充実感がすごかったから、若かったからできたかなっていう感じですね。いやでもね、やっぱ誘惑はやっぱいろんなありますからね。周りの友達たちがみんな楽しいことやったらそれに流されたりするし、ただそこはやっぱぶれなかったですね。もう結局はそこの店に働きたい、早く行きたい、でも力つけたいっていうのが根本やから、みんな遊んどってもじゃあ自分はもうこれをやろうっていうのがあって、結局もう単純な性格やから、サッカーやったらサッカー、今度はこれってなってるから、もうこれだけで十分なんですよね。ただもうブレることはなかったですね。家に行くまでに4日かかったんですよ。寒さで尊敬できる方、もうそれが一番かな。